はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンイチです。今回はですね、夏目漱石さんの坊ちゃんを紹介しようと思います。実はね、僕は坊ちゃんを読むのは2回目なんですけども、1回目読んだ時が、大学1年生か2年生かと。今からね、8年とか9年とか前になってくるんで、全くね、内容は覚えてないんですね。で、ただね、その大学1年生、2年生の時に読んだ印象としては、読みやすいなと。その時はね、結構近代文学を読んでたんですけど、なかなかね、やっぱ近代文学が難しいなって、何読んでるかよくわかんないなって感じだったんですけど、その中でもね、夏目漱石の坊ちゃんとかは読みやすいって感じた作品でした。だけどもね、内容は全く覚えてなかったんですね。それを改めてね、今回読んでみて、これはね、内容はね、なんてことはないんですよね。内容としてはね、物理学を学んで高校を卒業した主人公、この坊ちゃんですね。これね、僕はね、度忘れしたのかなと思ったんですけど、主人公に名前ないんですね。これ。ずっとね、一人称で書かれてるんで、俺っていうものしか出てこないんですけど、要は坊ちゃんですね。主人公が、松山の中学校に赴任して、そこで数学の教師となって数学を教える話なんですよ。で、そこのね、学校の、教頭先生と、あとね、野田って言われる先生、何の先生かもう忘れちゃいましたけども、ちょっと陰険な二人組がいるんですね。気に食わないやつなんで、そいつらを成敗するっていうお話なんですよ。成敗しつつ、自分はやっぱ松山にいちゃダメだと思って、東京に帰ってくるって、職を失ってね。だからお話自体はね、別に大したことないんですけども、この坊ちゃんね、1回目に読んだ時はほんとね、字面を眺めてるだけに近いような状態。まだね、読みやすいなって思ってて読めたんですけども、でもやっぱりね、その時はね、全然その意味をね、まとまって理解することができなかったんで、なんか、1ページ前の内容を忘れたりとかもよくしてたんですよ。で、そんな中で読んでたんで、全然ね、面白さがよくわかんなかったんですけども、今ね、読んでみると、結構ね、面白いな。ただたださっき言ったように、成敗するだけのお話なんですけども、それまでにね、すごいいっぱいいろんなことがあって、それぞれにね、結構笑えるネタがね、組み込まれてると。で、僕のね、印象に残ってる一番最初に出てくるものなんですけども、この坊ちゃん、主人公の、回想シーンっていうか、小さい頃のお話が出てきて、小学校低学年の時かな、家の2階から飛び降りて、腰を抜かしたと。で、それを知った父親から怒られるんですね。家の2階から飛び降りて腰を抜かすバカがいるかっていう風に言われたんですけども、それに対しての坊ちゃんの返しがね、面白くて、今度は2階から飛び降りても腰が抜けないようにしますって真顔で言うんですね。こういうね、ちょっとクスって笑えるような話がいっぱい盛り込んであるんですね。なのでね、だんだんね、夏目漱石さん分かってきたのかなって感じなんですけど、結構ね、書いてあること自体っていうか物語の要約をしちゃうと別になんてことないんですよ。ただ中学校に赴任して成敗して帰ってきたっていうだけの話なんですけども、その途中がやっぱりね、すごいいろんな話っていうか日常がね、かなり盛り込まれてて、面白いんですよね。夏目漱石さん。で、今もね、夏目漱石さんの三四郎を、オーディブルで聞きながら読んでるんですけども、これのね、最初もね、やっぱ面白くて、三四郎、主人公の三四郎が、福岡だったか熊本だったか忘れましたけども、大学に入るために東京に出てきたと。で、東京でその親戚が、野々宮さんっていう親戚がいるから、その人を当たりなさいって母親から教えられるんですね。で、東京に来てみて、野々宮さんが研究してる大学に行ったんですね。大学の研究室、地下の研究室に行って、野々宮さんに会ったんですよ。で、その時野々宮さんがついでだからってことで、実験のことを、研究のことを話してくれたんですよ。で、ちょうどいいところに実験装置あったんで、そこの望遠鏡から、中を覗いてみるといいと。面白いものが見れるよって言って、野々宮さんが促すんですね。で、三四郎が覗き込むんですけども、野々宮さんがその後に、どうだい面白いだろって言った後に、三四郎が真っ暗で何も見えませんって言った後、野々宮さんが笑いながらね、笑いながら、望遠鏡の蓋を取るの忘れてたよ、はっはっはって言いながら、望遠鏡の蓋を取るシーンがあって、その瞬間はね、オーディブルで聞いててね、普通に声出して笑っちゃったんですよね。本当に笑っちゃったんですよね。だからね、やっぱ夏目漱石さんね、結構その日常の、くすって笑えるような話を盛り込む人なんだなと思って、三四郎もね、恋愛小説っていう風に言われてて、恋愛小説ではあるんだけども、やっぱその途中でね、結構面白い話がね、盛り込まれてるなっていう印象を受けてね、夏目漱石さんのね、作風がだんだんと、分かってきたかなっていう、ようやく。で、もっと言うとね、この坊ちゃんもね、1週間前とかに読み終わったんですけども、実はね、その何が起こったかっていうのは、覚えてるんですけども、途中のね、いっぱいあった出来事っていうのは、実はね、結構忘れてることが多くて、この前読み終わったばっかなのに、結構忘れててですね、思い出そうと思っても思い出せないんですよ。なので、よく言うと、何回でも楽しめる。
多分何回読んでも笑えるんじゃないかなって思って、そういう感じのね、作品かなって思いました。なのでね、結構、夏目漱石さん、近代文学の中でね、夏目漱石さんって、すごい、日本の純文学に相当な影響を与えたって言われてるんですけども、割とね、コミカルに読める話が多いかなって思ってるんです、今のところ。ただね、近代文学だからってのもあるんですけど、少し読みづらかったりもするんですよ。でもそんなにね、気構えることなく、読み進めてね、面白いとこがあったら笑えばいいしっていう風に、気楽に読んでも楽しめるかなって思います。ぜひ気になった方は読んでみてほしいなと思います。はい。それでですね、今回は夏目漱石さんの坊ちゃんを紹介させていただきました。ぜひ気になった方は読んでみてください。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。